おはようございます。ケンです。テスラ株そろそろ底に見えますよね。ここまで下がるともう十分落ちたと感じる方も多いと思います。ただ結論からお伝えすると、この動きは底に見えているだけ、この可能性があります。今日はチャートをもとに今のテスラ株の本当の状態と、これからどう見るべきなのか、ここを解説していきます。まずは現状の整理です。現在のテスラ株はおよそ348ドル前後。ここ数ヶ月で見ると明らかに下落トレンドに入っています。そして多くの方が感じているのが、そろそろ反発するのではないかという期待です。実際に直近では少し反発している場面もありますし、横ばいの動きも見えてきています。ただ、この止まったように見える動き、これが実は一番危険なポイントなんです。では、なんで今はそことは言えないのか。まず一番重要なのがトレンドです。チャートを見ていただけると分かる通り、テスラ株は高値を切り下げ、安値も切り下げています。つまり明確な下落トレンドです。この状態っていうのは基本的には上がる前提ではなく、下がる前提で考えるべき局面です。ここを勘違いしてしまうと、安く見えるから買うっていうような判断になりやすいです。もちろん資金をいくつかに分けて安くなったら買う、安くなったら買うっていう戦略もかなり僕はいいと思っていますし、僕もそのようにしています。なのでそのような戦略を立ててやっていくっていうんだったらいいんですけれども、資金を一気に入れていくっていう場合には、今が安いから今がチャンスと思って飛びつくっていうのには少し注意が必要ということになります。今はトレンドが下の時です。なので安いのではなくって、まだ下げの途中である可能性が高いというような視点、これも必要になってきます。次に見ていきたいのが移動平均線です。現在の価格は20日線、50日線、そして200日線、すべての下に位置しています。これはどういうことなのかというと、短期、中期、長期、すべてで弱いということになります。さらに重要なのは、これらの移動平均線がすべて上からの壁になっている点です。つまり株価が少し上がったとしても、その都度売りに押される構造になっています。この状態では強い上昇トレンドに入るのはかなり難しいです。次に RSI を見ていきます。現在の RSI はおよそ38前後。一般的に売られすぎと言われるのは30以下です。つまり今の水準はまだ売られすぎではないということになります。ここがかなり重要です。本当の底っていうのは、市場参加者がもう無理だと感じるレベルまで売られたところで出てきます。ですが今はまだそこまでの悲観になっていない。言い換えると、まだ下げる余地が残っている状態とも言えます。では次に出来高を見ていきます。出来高の動きを見ると、売りの圧力が優勢な局面が続いています。特に下げるときにしっかり出来高が出ている。これはどういうことかというと、大きな資金が売りに回っている可能性があるということになります。逆に反発している場面では、そこまで強い出来高が伴ってはいません。つまり、本気の買いがまだ入っていない状態です。ここもそこではない理由の一つです。ではここで短期の動き、4時間足も見ていきます。直近では横ばいの動きになっていて、下げ止まったように見えるかもしれません。ですがこれは下げの休憩、この可能性があります。トレンドが下の時に横ばいになるのはエネルギーを貯めて再び下に動く準備をしていることも多いんです。特に初心者の方はこの横ばいを底打ちと勘違いしやすいです。ですがプロの方の視点ではまだ警戒すべき場面なんです。ではここから今後のシナリオ、こちらについて整理をしていきます。大きく3つ考えていきます。まず1つ目は下落の継続です。これは今のトレンドをそのまま引き継ぐ形です。移動平均線の下、RSI もまだ余裕があり、出来高も売りが優勢。この条件を考えると、最も現実的なシナリオです。2つ目は一時的な反発です。一度上に跳ねる可能性です。ただしこれは上昇トレンドへの転換ではなく、戻り売りのチャンスになるケースが多いです。3つ目はトレンド転換です。
これももちろんゼロではありません。ただし、そのためには移動平均線をしっかり上抜ける、出来高を伴った上昇、高値の更新、こういった条件が必要になります。現時点ではまだその兆候は見えてはいません。では最後に今どう動くべきなのか、こちらについて考えていきましょう。今の相場で一番やってはいけないのはそこを当てに行くことです。そこを当てるのは非常に難しく、リスクも高いです。むしろ今はトレンドが変わる兆しを待つ方が合理的です。例えば移動平均線を超えてくるとか、出来高を伴った上昇が出てくるのかとか、こういった変化、これを確認してからでも遅くはないと思います。ではまとめます。今のテスラ株は下落トレンドの中で一時的に止まっているように見える状態です。RSI もまだ余裕があり、出来高も売りが優先です。つまりそこに見えるんだけれども、そこではない可能性が高いんです。この先のポイントは反発の強さです。弱い反発で終わるのか、トレンドを変えるような大きなグッドニュースが発表されるのか、ここをしっかり見ていくことで無駄なリスクを取らずに判断ができるようになってくると思います。今は焦る局面ではありません。しっかりと流れを見極めながら次のチャンスに備えていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますので、僕のこのチャート分析毎週火曜日やっていますので、ぜひね参考にされてもらえればと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。テスラオーナーの方、そしてこれからテスラを買おうかなと思われている方、自動車保険をどうしたらいいのか悩んでいませんか？テスラは輸入車なので修理とかになったら保険料も高くなってしまいますし、保険をどうするかっていうのはテスラオーナーにとって結構大きな悩みなんですよね。でもそんな方におすすめなのがアークエイトっていうテスラ専用の保険サービスです。驚いたのがドアミラーの破損だったりいたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないプランがあります。しかも保証内容はテスラの特性に合わせて設計されています。普通の保険だと高すぎる、テスラに合う保険が見つからない、そんな方は一度アークエイドさんに問い合わせる価値はかなりあると思います。僕もテスラの保険はアークエイドさんのところにお願いしています。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックされてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。